野良マルチには、愛されるハンターもいれば疎まれるハンターもいる。もしかしたら疎まれてるかも、と思う君は、この動画で特徴を見直してみよう。どうしたレイム、画面とにらめっこして。たまには野良マルチやろうかなって思ったんだけど、足を引っ張っちゃったらって思うと、なかなか踏み出せないのよ。気にする気持ちはわからなくもないが、普通にプレイしてれば問題ないぜ。マリサの言うこともわかるんだけどね。この行動は好感を持たれるとか、この行動は疎まれるとか、そういう明確な基準でもないかしら。じゃあ、マルチプレイで愛されるハンターと、疎まれがちなハンターの違いを話してやろうか？お願いするわ。まずは愛されハンターの特徴を紹介していくぜ。私が目指すべきハンターね。まず、愛されるハンターの最大の特徴は献身的なプレイをすることだな。献身的？例えば、モンスターの V 破壊に積極的に貢献するハンターがそうだな。頭に集中攻撃するのも効率はいいが、V 破壊を意識的にやってくれるハンターは貢献度が高い。特に尻尾を切ってくれる剣士は、尻尾が切れない武器種の人からしたらありがたいぜ。最近は尻尾を切らなくても尻尾素材が手に入りやすいが、尻尾が切れてると尻尾を使った攻撃の被弾率が下がるしな。リオレイヤのサマーソルトとか、特にそうよね。じゃあ尻尾に集中攻撃すればいいのかしら。V 破壊を狙いすぎて変に被弾したり、逆に攻撃頻度が極端に下がったりしたら、本末転倒になってしまうぞ。その気持ちは大事だが、様子を見ながら動くことをお勧めするぜ。難しいわね。他に簡単な献身的プレイはないの？簡単かどうかは別として、積極的にスタンを取ってくれるのも献身的だな。マルチではモンスターの体力がソロより高く設定されてるから、一方的に攻撃できる時間を作ってくれるのは大きい。スタンか、どうやって取ったらいいのかわからないわ。かつてはハンマーの1000倍特許だったが、最近はいろんな武器でスタンが取れるぜ。ライズだと、ハンマー以外でスタンを取りやすいのは、片手剣の昇竜撃やボウガンの鉄鋼榴弾だな。なるほど。スタンさえ取ればいいのね。モンスターの動きを止めるという意味では麻痺もいいぞ。頭を狙わなきゃいけないスタンと違って、狙う部位はどこでもいいしな。私の腕前だと麻痺が無難かしら。他に、私でもできる献身的プレイはある？うまくアイテムを使うのも献身的プレイだな。アイテムって言うと、罠とか先行玉かしら。それらも含まれるぜ。スタンや麻痺と同じく、モンスターに集中攻撃する時間を作れるからな。適切なタイミングでアイテムが使える人は好感を持たれやすいぜ。マリサがたまにやってくれるわね。使うには使うが、私だってそんなに上手くないぜ。特に上手いと思うのは、弱って逃げようとするモンスターに先行玉や罠を使ってくれることだな。モンスターが弱ったらサクッと捕獲してくれるのも嬉しい。ソロだとアイテムの使用が間に合わなくて、寝る場所まで追いかけなきゃいけないこともしばしばだからな。追いかける時間も短縮できるし、捕獲の方が良い素材で安いもんね。それから、環境生物を有効活用してくれる人も含まれるな。うまいこと延々区で誘導してくれたり、ボムガスガエルでダウンさせてくれる人には好感が持てるぜ。状態異常の環境生物も嬉しいわね。私、環境生物を拾っても、持ってること忘れちゃうのよ。戦闘に入るとつい忘れがちなんだよな。でも、アイテムなら私も意識すればできそうね。他にはないの？味方のダメージを気にして粉塵を飲んでくれる人も献身的だな。それなら私にもできそう。粉塵持って味方がダメージ受けるのを全力で待機しておくわ。後で説明するが、それはやめておいた方がいいぜ。私が言っているのは、戦闘の最中に味方のダメージを気にしながら、必要なタイミングにさっと使ってくれる人だ。戦いながら他の人のこと気にする余裕なんてないわ。それが普通だから、あんまり気にすることでもないぜ。それに、粉塵に限らず、アイテム活用できないからダメってわけでもないからな。無理のない範囲で、使えそうな時があったら使う程度の意識でいるのがバランスいいと思うぜ。なるほどね。じゃあ、普通に戦うだけで愛されるようなプレイスタイルはないのかしら。狩猟部位で味方を援護してくれる人も献身的と言えるな。戦いに参加しつつ、うまいこと味方を支援してくれる狩猟部位使いの立ち回りは美しい。とはいえ、戦闘と援護のバランスをとって戦うには技量が必要だな。愛されハンターの道は険しいのね。これは人それぞれのセンスやユーモアによるが、チャットの使い方が上手い人は愛されるな。最近は自動定型文があるから、使い方自体にそこまで差はなかったりするけどな。思わずクスッとしてしまうユニークな定型文を見かけると、楽しんでプレイしているのが伝わってくるぜ。特に、最初の挨拶や映った時のフォローをユニークにしている人には好感を持つな。たまにいるわよね、面白い定型文の人。その辺は笑いのセンスが合うかどうかだが、文章には少なからず人柄が出るからな。私も見た人が爆笑するような定型文を用意してみようかしら。
いいんじゃないか？ただ、発言の意図が伝わることだけは意識しておいた方がいいぜ。受けを狙いすぎて気遣いに欠けてしまったら本末転倒だからな。ゲームプレイに関しても同じだぜ。変に貢献することを意識して、戦闘がおろそかになるのはあまり良くない。気をつけるわ。逆に、疎まれハンターの特徴ってどうなのよ。よくよく考えると、私としてはそっちの方が引っかかりそうだわ。じゃあ、疎まれハンターの特徴に移るとしようか。次は疎まれハンターの特徴を挙げていくぜ。他山の石として聞いておきたいわ。ガンガン来なさい。疎まれハンター最大の特徴は、戦いに参加しないことだ。さっきも言ったが、マルチのモンスターはソロの時より体力が高いから、戦闘不参加は周りの負担が増えるんだ。代表的なのはベースキャンプ待機勢だな。クエストが始まってから終了まで、意地でもテコでもキャンプから動こうとしないハンターだ。こういう人は結構多くて、キャンパーという呼び名までついている。最初からそうなのかはわからないけど、おつった後ならわかる気がするわ。下手に戦闘に参加して足を引っ張るくらいなら、手をじけづいちゃうのよ。気持ちはわからなくもないな。だが、行動しないで失敗するより、行動して失敗した方がいいと思うぜ。そうよね。私も映ること結構あるし、せめて戦う意志だけはなくさないようにするわ。戦いに参加しないパターンはまだまだあるぜ。狩猟そっちのけで採取しまくるハンターも疎まれがちだ。みんなが戦っている中、お一人様採取ツアーを断行するのはやめておいた方がいいぜ。私、マリサとの狩りでよく採取しまくるけど、不満だった？いや、顔見知りなら別にいいんじゃないか？もちろん、仲間内でも同意はいるがな。私からすると、霊夢の採取癖はネタみたいなもんだから気にもならないぜ。そう、よかった。あくまで、知らない人とのオンラインの場ではやらない方がいいって話だ。ワールド移行、採取モーションも短縮されてるから、通り道でちょっと失礼、くらいならありだけどな。それから、クエスト終了後の60秒間で採取するのも全く問題ない。要は戦闘に参加する意思が見られないのが良くないんだぜ。なるほどね。私は戦闘には参加するから大丈夫かしら。ちなみに、霊夢がよくやる戦闘中の尻尾剥ぎ取りもご法度だぜ。だって尻尾は鮮度が命だから。その宗派を否定する気はないが、せめてソロか私と狩りする時だけにしておくんだな。次に行くが、狩猟笛で演奏しかしない人も疎まれがちだ。さっき、狩猟笛で援護してくれる人は愛されハンターって言ってたじゃない。愛されるのは戦いつつも援護してくれるハンターだ。疎まれるのは戦いの場から離れて演奏しかせず、攻撃に参加しない人だぜ。ライズで笛が一新されてから、人数は減ったけどな。援護してくれてるなら、そんなに疎まれることじゃない気がするんだけど。狩猟笛の演奏はモンスターの気を引きやすいんだ。だから、離れて笛を吹いているとモンスターが笛使いめがけて突進していったりする。そうなると、戦っているハンターたちが、遠方に突進するモンスターを追いかけなきゃいけないんだ。運が悪いと、思わぬ方向への突進に惹かれてしまうかもしれない。場がめちゃくちゃになっちゃうのね。うまい笛使いは攻撃と演奏の調和が神業なんだ。その辺のバランス感覚が狩猟笛の難しいところなんだぜ。マルチで演奏しかしない笛使いは大抵の場合は不起戦と呼ばれ、疎まれがちだ。私は笛使えるほど上手くないから大丈夫ね。いや、笛じゃなくても、ヒーラー役に徹して攻撃に参加しない人もいるぜ。広域かスキルをつけて回復を飲むことだけに専念して、抜刀もしないような人だ。それもダメなのね。私としては、惜しいと感じているんだけどな。攻撃にも参加しつつ、味方も回復してくれるようなら確実に愛されるハンターだぜ。演奏だけの狩猟笛だって、攻撃にも参加すれば、確実に好感を持たれるのに、もったいないと思うんだよな。何度も言うが、マルチで何よりまずいのは、攻撃に参加しないことだぜ。攻撃が最大の貢献ってことかしら。そうだな。攻撃に参加さえしていれば大丈夫だと思うぜ。とはいえ、突っ込みすぎて映らないようにな。気をつけるわ。他に疎まれてしまう行動ってあるの？装備が明らかに弱いハンターも疎まれがちだな。簡単に言えば、上位クエスト2回の装備で来る人なんかが該当する。本人は攻撃をかわし続ける自信があるのかもしれないが、旗から見ると不安の種だぜ。装備だけでキックするのは好きじゃないが、マルチに参加するなら最低限の装備は必要だと思うぜ。スキル構成は気にしなくて大丈夫なの？昔はスキル構成も基準になっていたな。だが、ワールド以降は防具さえつけておけば、何かしらのスキルは発動するから、私はそこまで気にしないぜ。高難易度のクエストに行くなら話は別だけどな。なるほど。弱すぎなきゃいいってことね。そういうことだぜ。似たような内容だが、笑えないようなネタ装備も疎まれがちだから注意だ。過去作で言うなら錆びた片手剣を担ぐとか、裸装備で来るとかな。そういうのが通じるのは基本的に顔見知りだけだぜ。マリサとのプレイなら裸装備でもいいのね。
まあ、一回くらいならな。疎まれハンター最後の特徴だが、自己中心的なプレイだな。他の人のことを考えず、支給品を持てるだけ持って行ってしまうのは典型的だな。支給品持っていかない人もいるわよね。そういう人もいるから絶対じゃないが、早い者勝ちでごっそり持っていくのはやめた方がいい。ただ、私とやるときは好きなだけ持って行っていいぞ。もう私、マリサとだけ借りしてようかしら。自己中心的なプレイといえば、吹き飛ばし攻撃の連発というのもあるぜ。間違えてやってしまうこともあるが、あまり何度も繰り返すと疎まれる原因になってしまう。他の人の行動が中断されちゃうもんね。参考までにライズの味方を吹き飛ばす攻撃を上げておくぜ。体剣の切り上げ、ガンランスの遊撃砲、ハンマーのアッパー系やために、スラッシュアックスの圧縮解放フィニッシュだ。ボウガンも拡散弾や遊撃弾は味方を吹き飛ばす。これらの攻撃をダウンしているモンスターの頭めがけてぶっ放すと、集まった味方が爆散するから気をつけような。私、割とマリサにやっちゃってるわね。顔見知りだし、私は大丈夫だぜ。ペケジみたいなもんだと思えば大して気にもならないしな。フォローに見せかけて罵倒してる？他人に不快感を与えるようなチャットの使い方をする人も疎まれがちだな。あれこれ指示しまくったり、暴言を言いまくったり、やたらとチャットやスタンプ連打したりする人だな。それはちょっとね。マリサはそういう人に会ったことあるの？私はないが、かつて、よりにもよって4のカプコン公式生放送に、そういう人が参加した事件があった。その人のハンターネームに基づいて、キリト事件と呼ばれたぜ。キリト氏はほとんど裸装備な上にチャット連打なども行い、公式がクエスト中に 3DS をパターンした衝撃的な事件だった。なんでそんなことに？当時のオンライン環境は、お世辞にもあまりいい状況じゃなかったんだ。キリト氏は現状のオンライン環境を嘆いて公式に直訴したんだと考える人もいたぜ。その影響か、自作の 4G ではオンラインにキック機能が追加されたしな。すごい事件ね。キリト事件に限らず、チャットやスタンプの連打に行き過ぎた指示、暴言などは他の人も嫌な気分になる。いくらプレイが上手い人でも疎まれてしまうぜ。せっかくのゲームでギスギスするなんてもったいないわよね。その通りだ。ゲームは楽しむのが一番だぜ。愛されハンターと疎まれハンターの特徴は以上だ。まとめると、愛されハンターは周りのことも考えて献身的なプレイをする。疎まれハンターは自分のことを考えるあまり、他人の妨害となる行動を取りがちってことだな。知らない人とやる以上、最低限のマナーは守ろうってことね。普通に戦闘に参加していれば、少しのミスくらいは問題ないんだ。悪気なくやっていた人は、少しやり方を改めるだけで楽しくプレイできると思うぞ。悪意を持ってやっている人も中にはいるだろうが、できればみんなで楽しめるようにプレイしてほしいな。私も悪意はないから、マルチでやっていけるかしら？ゲームだってマルチは楽しめると思うぜ。やってしまったと思ったら一言謝って、次から気をつければいいんだ。気にしすぎてマルチを楽しめないのももったいないぜ。慣れるまで私が同伴してもいいしな。そうね、じゃあお願いしようかな。この動画が面白かったら高評価を。今後もいろんなモンハン動画を上げていくから、チャンネル登録もよろしくね。紹介した特徴にあるある、と思ったら高評価を。モンハンあるある動画も投稿していくから、チャンネル登録もよろしくね。マルチで出会った面白いエピソードや、思い出がある人はガンガンコメントしてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。人気のゲームには人が集まる。人が集まれば文化が生まれる。そして、文化があるところには言葉が生まれる。モンハンシリーズにもあまたの人々が集まり、独特の用語スラングが生まれていったんだぜ。チート技術により悪魔と化したあいつ。何にでも同じ装備を担ぐハンター。蜂蜜くださいなど、モンハンシリーズという文化圏で生まれた用語を紹介していくぜ。次回、モンハン用語スラング、10選。ゆっくり見ていってね。